だいぶ前にも Pixel 9a お金と製品がばらまかれています。大絶賛されてるけど実際はどうなのか、私は自腹で買ったので正直なレビューをしていきたいと思います。売るための宣伝は行っていません。今回これが到着したので開封していきたいと思います。じゃーん、本日は4月16日午前中に届きました。本日発売 Pixel 9a。発売前に大絶賛されてるけど実際はどうなのか、果たしてどうなのか、自腹で買ったので正直なレビューをしていきたいと思います。果たして実際はどうなんですかね。開かない。ちゃんと自腹で買ってます。それではオープン出てきました。Pixel 9a 紫。いつもの 15% オフ券。アクセサリーなどで使えます。あとなんとかカード。保険の加入かな。保険で儲ける仕組みでしょう。よくわからんけど。いつもと同じ箱。いつもというか Pixel 9と似たような箱。Pixel 9a。128位がアイリスを買いました。大山ではございません。それでは、開けていきましょう。残念ながら、一度開けると戻せません。破っていきましょう。オープン。出てこない。出てきました。それでは、オープン。裏面は何もない。オープン本体。付属品から見ましょう。Type-C to Type-C ケーブル。Type-A to Type-C の変換アダプターはなくなりました。今回入ってません。SIM ピンがあります。あとゴミ。付属品は以上。それでは本体出てくるのか。いや、これ破れるパターンじゃない。のり剥がさんの。残念。開けるとこありません。それではオープン。紙だから破れそう。あ、破れた。そして Google 電源ついたんだけどやめてくれよ。オープン。 Google 電源入ってしまいました。背面見ましょう。いつもはめちゃかっこいいとか言ってるけどかっこいいとは言えないデザイン。カメラバンパーもなくなって高級感は一切ありません。残念。プラスチック。背面は何ですかね。前作はプラスチックでしたけど高級感はありません。カメラは超広角メインレンズ二眼レンズ。カメラバンパーがなくなってるってことはおそらくカメラ性能を落としているのでしょう。カメラ部品を減らしているのか。フラッシュライト、Google マークでっかい。側面の素材はわかりません。なんだろうこれ。上面、マイク穴、2つの線。左面何もなし。下面、SIM スロットマイク穴、タイプ C 端子スピーカーな。おそらく物理シングルSIMプラス eSIM だと思います。開けなくていいでしょう。電源ボタン、音量ボタン、通常配置と逆です。ピクセルに慣れてる人はいいと思うけど、他の Android スマホに慣れている人は多分初め慣れるまで間違えるでしょう。押し間違えると思います。もうピクセルへようこそってなってます。ベゼルは太いと思います。また後で見ます。中央インカメラ。保護フィルムは初めから貼ってないので、画面保護フィルムとケースは別途買う必要があります。残念。シャオミみたいに初めからつけてくれ。価格とスペック見ていきましょう。カラーは白、ブルー、紫っぽいブルー、ピンク、黒、4色展開。価格は実売価格で見ていきたいと思います。4月9から4月27日まで発売記念セール。4月16発売です。定価は128が79,000円、256が95,000円。ストアクレジット15,000円分つきます。iPhone SE2 中古相場、ポイント還元合わせて12,000円ぐらい。私は12,000円で買いました。下取りに出すと13,000円得します。合計51,800円から66,000円。結構安いと思います。下取りは iPhone SE2 一択だと思います。一応このようなお得情を日々 Twitter で情報発信しています。iPhone SE2 の在庫がなくなっていて、相場は上がっています。残念。私が投稿した時は発売日ぐらいだったので、フォロワーさんは変えているでしょう。スペック見ていきましょう。自社のライバルスマホと比較したいと思います。赤が劣ってる部分、黄色が優れてる部分見ていきましょう。SoC は Pixel 8から9ほぼ変わっていないので、どっちでもいいと思います。ディスプレイは 0.1 インチ、Pixel 8が小さい。Pixel 9a はベゼルが極太なので、同じ 6.3 インチでも本体サイズ縦横に 2mm ずつぐらいでかくなっています。そんなコンパクトじゃないスマホになっています。重さは Pixel 9、Pixel 9 Pro と同じ筐体で、重さもほぼ同じ。望遠レンズがないのに重たいです。メモリは8、12、8。Pixel 9が優れてるけど、どっちでもいいでしょう。
ワイヤレス充電 Pixel QA は急速じゃないです。カメラ超広角レンズ Pixel Q が4800万画素。また比較するけど、おそらく廉価版なので超広角の画質が退化している可能性はあります。Wi-Fi は 6E。十分だと思います。価格は実売価格で比較しましょう。よく定価で比較されがちですけど、セール時、無印もだいぶ安いですからね。Pixel Q ブラックフライデー以降、セールが開催されていなくて、今後どうなるかわかりません。昨年みたいに投げ売りされるのかわかりません。ブラックフライデー7万円ぐらいで売ってました。Pixel 8はキャリア版投げ売り時、私は5万5000円で買ってます。どれも似たような価格。性能も似たような性能。あと今回 Pixel Q Pro で比較するけど、Pixel Q と Q Pro は望遠レンズがあるかないかの違いでほぼ同じ性能です。なので Pixel Q 無印と比較していると思ってください。次にアンツツベンチマークバージョン10を回しました。Pixel QA 総合スコア123万点。総合スコアよりも CPU と GPU を見てください。こっちの方が大事。CPU スコアは一般的な処理能力。GPU はグラフィック能力 3D ゲームをするのに重要でしょう。CPU33 万点、GPU46 万点。今回 Pixel Q Pro で計測しているけど Pixel Q と Pro はほぼ同じ性能。望遠レンズがあるかないかの違い。筐体もほぼ一緒。アップデートで CPU 性能上がってます。7万点開きあります。GPU はほぼ一緒。いつも A シリーズ、無印よりも CPU 性能落ちる傾向にあります。私のブログ記事見ましょう。色分けしてます。Pixel QA33 万点でしたけど、Pixel 8よりも CPU 性能は低い。GPU はちょっと高い。Pixel 8から QA とか乗り換えとかはしない方がいいと思います。無印の方が中古層は下がりにくい。下取り価格もでかいので乗り換え時 A シリーズよりも無印を持っておく方がいいと思うので、8から QA とかは乗り換えとかやめた方がいいと思います。Pixel Q 発売日はスコア低かったけど、アップデートで改善されて40万点ぐらい出ると思います。私は無印を持っていないので、プロで計測しています。次に電池持ち。電池持ちは現在計測中です。このブログ記事にて載せておくと思います。もしくは次回動画、チャンネル登録をしてお待ちください。Twitter で更新の情報を流します。それでは比較しましょう。左から Pixel 7、Pixel 8、Pixel QA、Pixel Q Pro。残念ながら Pixel Q 持っていないので、発売日にレビューした以降、買っていません。なので Q Pro で比較します。Pixel Q と Q Pro は、筐体もほぼ一緒、性能もほぼ一緒、望遠レンズがあるかないかの違いしかありません。なので Pixel Q 無印と比較していると思ってください。背面見ましょう。Pixel QA は 6.3 インチですけど、Pixel Q よりも少し本体でかい。なぜならベーゼルが太いから。Pixel 7と似たようなサイズ感ですかね、多分。どっちとも 6.3 インチ。デザインは全然違います。カメラバンパーがなくなりました。なので高級感はありません。でも、出っ張りがなくなって嬉しい人もいるかもしれません。おそらくカメラ性能を落としているのでしょう。見た目は A シリーズは一番安っぽいと思います。前作から背面多分プラスチックになってると思います。高級感がなくなりました。他の3機種はガラス素材だと思います。指紋がベッタベタで汚い前か。指紋の位置見ましょう。指紋の位置、ピクセルがすごいと思うのは廉価版だろうと指紋押しやすい位置上の方にあります。廉価版でも無印やプロと同じ位置。他メーカーは安いスマホ下にあることがあって押しにくいんですけど、ピクセル A シリーズ素晴らしいこの点。片手操作で一番押しやすい位置にあります。精度速度も最強。だいたい他メーカーのミドルレンジとかは下の方にあってずらして押さないといけないの押しにくいんですけど、ピクセルさん素晴らしい。精度速度も最強。ベゼルの太さ見ましょう。残念ながら 7A からベゼル極太になってます。ピクセル8、ピクセル9と比較するとだいぶ太いです。ピクセル9、他メーカーよりも少しベゼル太いんですけど、それよりもかなり太い。下面のベゼルはピクセル7と同じぐらい。でも上と横がベゼル A シリーズ極太です。全面同じ太さ。なので画面サイズ 6.3 インチの割に本体サイズはでかいと思います。ピクセル8や9よりも本体少しでかくなってます。7と比較しましょうかね。7と比較すると縦の長さはほぼ一緒。横のデカさはピクセル 9A の方が少しでかくなってます。
ベゼルが太い分本体がでかくなってます。残念。無印と差別化するためにやっているのでしょう。動作速度を比較しましょうか。多分違いはほぼ出ないと思います。ピクセル8よりも少し性能が落ちるぐらい。A シリーズはなぜか知らないけど無印よりも劣る傾向にあります。8と9は性能ほぼ変わっていません。Chrome 開きましょうか。Chrome ホンダ公式サイトで J ロし合いましょう。みんな大好き J ロ。みんな大好き J ロ開きましょう。せーの。残念、押せてね。この数字を見てください。この数字の切り替わりで速さがわかると思います。このサイト結構重たいので差が出る可能性はあります。安い順に並べます。せーの。誤差レベル、ほぼ変わらない。8から 9A とかの乗り換えをやめた方がいいと思います。ピクセル8で結構完成されてますからね。性能はそこそこ高いので重たいゲームをしなければ十分だと思います、ピクセルさん。GPU 性能もそこそこ高いので画質設定や FPS を落としたら遊べると思いますけどね。他社ハイエンドよりは劣るけど、ミドルレンジの中では結構性能高いです。カメラ見ましょう。ピクセル、写真超広角レンズ。メインレンズ。なんちゃって2倍。メインレンズの高解像度を切り出して1200万画素にして画質劣化しないはずの2倍望遠。ワンタッチで切り替えできます。夜景モードにしても同じ。夜間撮影を夜景モード使った方がいいと思います。夜景モードの方が綺麗に撮影できる。無印Qとほぼ一緒だと思います。動画が違って 4K60fps にするとメインレンズと2倍しか使えません。超広角は使えません。動画性能も高いと思いますけどね。4K30fps 以下にすると超広角レンズが使えます。撮影中のレンズ切り替えも可能。4K60fps はメインレンズと2倍しか使えないのでレンズ切り替えできなくなります。そんな感じ。また屋外撮影してきて無印からどれだけ性能落ちるのか、ピクセル8より進化しているのか検証していきたいと思います。チャンネル登録してお待ちください。室内撮影や拙者、食事などはどんなスマホで撮影しても綺麗に撮影できます。差が出るのは屋外風景撮影です。特に夜景、次回動画までお待ちください。屋外撮影、手間と時間がかなりかかります。チャンネル登録をしてお待ちください。